サフル・アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれの礼拝の場所と壁の間には、一頭の羊が通り抜けられるほどの隙間がありました。サヒーフ・アルブハーリー第496番。サラマー・アッターが彼を喜ばれますようにからの伝承です。預言者のモスクのミンバル、説教壇の近くの壁の隙間は、一頭の羊がやっと通り抜けられるかどうかの広さでした。サヒーフ・アルブハーリー第497番。ハディースの小説、礼拝の障壁、ストラとの距離。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、単独で礼拝する者に対し、特に解放された場所では、ストラ、障壁となる目印を置くよう命じられました。これは、前を横切る者によって礼拝が妨げられないようにするためです。集団礼拝においては、イマーム、同士のストラが背後の従拝者全員のストラとなります。このハディースは、礼拝者がストラに近づくことがスンナ、預言者の慣行であることを示しています。サフル・ブン・サード・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によれば、預言者が礼拝される際、自身のスジュード、複礼の場所と壁との間には、羊が一頭通れるほどのわずかな隙間しか開けませんでした。これは、礼拝中に誰も前を通り抜けることができないように、また、もし誰かが通ろうとした場合にすぐに静止できるように、壁、ストラに近づいて礼拝されていたことを示しています。アブー・ダーウードの伝承でも、預言者は次のように煽っています。あなた方の誰かがストラに向かって礼拝するときは、それに近づきなさい。シャイターン、悪魔に礼拝を妨げさせてはならない。ストラがない場合の距離の目安。ストラを置いていない場合、前を通り抜けてはいけない範囲の基準については、多くの学者が次のように述べています。礼拝者が立っている場所から3アーム、約 1.5 メートル以内。あるいは、スジュード、複礼をする場所から羊一頭が通れる程度の距離の外側。これが、礼拝者の正面に確保されるべき法的なスペースの目安です。前を横切ることへの警告。礼拝者の前を横切る行為については、非常に強い警告がなされています。サヒーフ、神聖な伝承において、預言者は次のように煽いました。礼拝者の前を横切る者が、その罪の重さを知っていたならば、通り過ぎるよりも、40の間とどまっている方がマシだと考えたであろう。伝承者のアブー・アンナドルは、これが使徒化なのか、40ヶ月なのか、あるいは40年なのかはわからないと述べています。ハディースから得られる益。ストラ設置の正当性、礼拝の際に障壁を置くことは、強く推奨されるスンナ、強調されたスンナである。ストラへの接近、礼拝者はストラから離れすぎず、近づいて礼拝することが好ましい。礼拝の保護ストラに近づくことで、物理的に通り抜けを防ぐとともに、精神的な集中力、不習を維持し、悪魔の誘惑を防ぐ。